ウルトラマイクロマニアックスです。皆さんご無沙汰しております。新型コロナウイルスによる非常事態宣言が解除され、ようやく活動再開です。今日は3月に発売された E フライト UMX シリーズの最新 EDF 機 UMX サイテーションロンジチュードのレビューをお送りいたします。実は4月の初旬にエアクラフト様から入手させていただいてたのですが、学校の休校、緊急事態宣言による外出自粛、イベントやスポーツ、多くの企業活動が制限される中、どう釈明しても不要不急にしか見えない RC 飛行機ですから、首都圏という特に厳しい制限地域に加え、飛行環境が公園だけという当チャンネル特有の理由もあって、活動停止を余儀なくされていましたが、5月末に規制が解除されましたので、ようやくですが、再開いたしました。遅れに遅れてのレビューで、大変申し訳ありません。本機のモデルとなったセスナ社のサイテーションロンジチュードはミディアムクラスビジネスジェットとして登場したサイテーションラチチュードの胴体延長改良型で、日本語訳するとラチチュードが緯度、ロンジチュードが経度という命名関係を持つ兄弟機。最大12名の搭乗者数、4万フィートの高高度巡航、6500キロの長い航続距離という基本性能の高さに加え、多彩なシートアレンジ、フルカスタマイズできる内装、冷蔵庫と電子レンジ付きのギャレーに、機内 Wi-Fi、リクライニングや空調類だけでなく、トイレまでタブレットでコントロールできる、富裕層の心をくすぐりまくる、近未来感満載のプライベートジェットです。そんな最新鋭機を RC 化するにあたり、ホライゾンホビー社は、セスナ社の正式ライセンスを取得。エンジンの大型化やエレベーターの全誘導化のモディファイこそあれ、とても正確なスタイリングとなっています。大型化を続ける UMX シリーズ、翼長 638mm、全長 632mm というウルトラマイクロ機としてはおおよそありえないサイズ。とうとう、3セルバッテリーのパワーを要するまでに育ってしまいました。もしかするとホライゾンホビー社は、大型 UM 機という新しいジャンルを開拓しているのかもしれません。さて、そんな UMX サイテーションロンジチュードですが、大型化だけでなく、各部のこだわりが増しました。スタイリングは、さすがライセンス承認を受けているだけあって、文句なしのフォルム。カラーリングは、量産初号機を元にした、セスナ社のジェットシリーズ共通のオフィシャルカラー。UMX としては珍しく、透過機類も搭載、高い再現度を誇ります。特に、着陸灯はわざわざ主翼付け根を切り抜いて設置し、クリアパーツで覆うことで、上空で離れていても、投射方向から機体の前後を認識できるように工夫されています。過去に UMX 機として初めて透過機を採用した SR22 は、翼端のナビゲーションライトだけの装備だったため、薄暗い空では、機影の判別に役立つほどの光量はなく、つける意味なし、と取り払うユーザーが出るほどでした。本機が着陸灯の搭載を工夫し、コスト増になっても全消灯として機能を持たせた理由は、そのような環境や用途でも、ちゃんと意味のある装備にしたい、というホライゾンホビー社のこだわりだと感じます。他に実機と違う工夫点は、エレベーターが全誘導式になっているところです。T 型尾翼の場合、一定の向かい角以上で、ビープストールという制御不能の失速に陥ることがあり、
特に実機をそのまま小さくリスケールすると、ほとんどの場合、失速特性が悪化します。それは、スケールによる空気抵抗と流体粘性の違いに起因し、主翼後方に発生するデッドスポットが大きくなることで、制御不能にまで至らないまでも、エレベーターの能力を大きくスポイルするために失速特性が悪化します。これにより、RC においても操縦性の極端な悪化や、ジャイロのチャタリング発生といった問題が発生するため、多くのマイクロ機では、水平尾翼を全誘導式に変更する対処がおおよそ一般的となっています。サーボ動作テスト。サーボは UMX シリーズでは珍しく、受信機と独立した4つのマイクロストレートサーボが搭載され、エレベーターとラダーには柔軟性のある極細ワイヤーをチューブに通すリンケージが採用されています。UMX 伝統のこのサーボは、動作と力、応答速度、ニュートラルセンター誤差の全てにおいて優秀ですが、ギルが噛み込んで動作不良を起こしやすいのが難点。主脚を取り外した飛行での胴体着陸に不安を覚えますが、エルロンサーボを保護するカバーが装着されているので、その点についても安心です。また、ラダーサーボは、胴体内で分岐するリンケージで、前輪の方にも繋がっており、ステアが可能です。エルロンは、最近のトレンドであるオフセットタイプのサーボではなく、引き、押し、ともに同じ作動範囲のサーボを搭載。このロール軸が重心を貫いていることを前提とした設定から、バランスの良い機体であることが伺えます。ジャイロテスト。搭載されるジャイロは、長年にわたり、E フライトが培ってきた AS3X。加速度検出による瞬時的な補正をポリシーとし、ゆっくりとした姿勢変化には鈍く小さく、倍力による急激な姿勢変化には大きく機敏に応答することで、パイロットの感覚を阻害せずに強力な補正を行う優秀なジャイロです。加えて本機はセーフセレクトを搭載し、機体の水平回復や傾斜制限も実現しています。セーフモード時は強いロック志向のジャイロとして動作する補正ポリシーで、操縦には普通に応答しますが、傾斜角制限を超えると、パイロットの操縦を無視して介入します。特に、背面状態からの復帰は、角度が浅い方へロールして機体水平を取り戻そうとするため、スティック操作と逆の方へロールすることもあり、注意が必要です。常時セーフオンと通常の AS3X とは、このような操作で切り替えます。水力と音量測定。30mm EDF ながら3セルの高電圧を手に入れた本機のパワーユニット、水力と音量が気になります。EDF 真横15センチの距離で110デシベル、相当にうるさい印象です。次に、水力測定。
最大 180g 以上の推力を発生させています。ちょっと気になったので、音量計と推力を同時計測。スロットル最大よりも6割くらいが一番爆音のようです。スロットル最大から徐々に下げていくと音量も下がるのですが、ある位置で一瞬跳ね上がります。推測ですが、発泡素材のボディが EDF の特定回転数でレゾネーターとなってしまい、爆音に増幅しているようです。機体前方での計測でも96デシベルの爆音なので、飛行場所の近くに民家などがないか配慮する必要がありそうですね。スペック。重量は実測で 126g、全備重量は 195g ほど、なんと重量推力比が 0.9 にも達し、軽量バッテリなら EDF 機で夢とされるホバリングができるかも。飛行テスト。函館号初のいわゆる処女飛行 EDF 機は経験的に離陸速度を得る滑走距離が必要なので斜めに走らせます。けたたましいですね。すんなりと離陸。近くの民家は数百メートル以上離れているとはいえ、やはり EDF 音が気になります。なんか響いてますね。とりあえず、送信機応答の確認とトリム調整を行います。あんまパワーがないんだ。ループしてみましたが、他の UMX EDF 機と同等程度という印象。モリモリの3セルパワーを期待してただけに、ちょっと肩透かしを食らったかなと思いましたが、実は2セルバッテリーで飛ばしていました。早速、なんかぶつけてきちゃった。全く人間の中要な。というわけで、正当な評価ができないので、着陸させます。翌週、後転を選び、3セルバッテリーを装備して、意気揚々と離陸を試みますが、おっと、曲がった。おいおいおい。足。板張りの滑走路を斜めに突っ切るため、前輪が溝で弾かれ、思わぬ方向へステアされます。今度はこっちか？やっちゃった。離陸しないうちに墜落とは。一見、大したダメージはないと思ってたのですが、自宅で詳しく検査したところ、左サーボが破損してました。ギアがバッキリ割れてました。とりあえず、飛べなくなった古い UMX 機の同型サーボからギアを拝借し、交換して修理完了。UMX シリーズは互換性のあるパーツで構成されているのでありがたいですね。これです。というわけで、さらに2週間待ってまたテスト飛行に赴きます。サーボのギア交換というかシャフトごと交換しました。直してきましたというところで、今日最後の飛行テストですかね。板張り滑走路は車高角度が浅くても深くても前輪を取られてしまうので、慎重に角度を合わせて滑走開始です。
おお、さすがサンセル、加速が違う。軽やかに浮き上がりました。これまで色々あったので、ほぼ初フライト状態。頭をリセットして、完熟飛行しながら機体応答を確認し、再度頭に叩き込んでいきます。では、基本マヌーバからテストしていきましょう。まずはループ。さすが、推力 180g は伊達ではありませんね。ループ直前に全開にするだけで、容易に機体を押し上げ、一気に駆け上がります。では、次はロール。綺麗なロールです。デュアルレート最大設定でもう一度ロールしてみます。はい、0.2スナップで全く問題ないですね。もうちょっと低いところでやってみますか。ロール軸が機体重心を貫いており、とても綺麗なロール。高度もほぼ落ちません。速度を維持していれば、くるくると自在に回れます。もちろん、背面も楽々。バランスが良く、ロール軸もピッチ軸も重心を貫いてる感覚があり、背面飛行でも絶対的な安心感があります。ちなみに、ナイフエッジは、ダメですね、落ちてきますね。完全に立ててしまうと、高度を失っていくので、ラダーホーンの調整と、機体の傾斜を工夫しないと無理のようです。最後は失速限界を探ります。EDF 機が不得意とする極低速域の飛行特性はどうでしょうか？さあ、失速特性はどうですかね。失速してる、失速してる。向かい風であんな感じです。失速特性も良好です。翼端失速して左右に逃げることもなく、多少フラフラするものの、高度だけがスーッと落ちます。かなりゆっくり飛びますね。残りバッテリー電圧はセルあたり 3.8V となりましたが、全開上昇してみましょう。70メートルほど一気に駆け上がりました。これはすごい。そろそろバッテリータイマーがアラートを出してるので、着陸態勢に入ります。ちょっと高い。ちょっと失敗、高かった。気を取り直してもう一度。EDF 機なので、結構な速度でアプローチする必要があり、ちょっぴりシビア。本日2本目は、主脚を外して手投げでいきます。思い切り投げなくても、軽く手を離せば、自力で速力を上げて浮いてくれます。さて、この飛行テストでは、セーフモードとパニック回復を試したいと思います。まずこのモードですが。現在セーフモードですが、エレベータースティックを引き切ってもループにならず、普通に上昇します。失速もしません。ラザーもエルロンも、スティックを最大等角にしても、機体はまるでレールの上を走ってるかのように飛びます。では、AS3X モードに切り替え、パニック回復を試してみましょう。切りもみからのパニックオン。ローリング中に、パニックオン。パニックオン。いいですね。ループ上昇中に、パニックオン。
インメン丸ターンになってしまいました。面白いですね。これならやばい時だけでなく、意図的にブレークさせてパニック回復するというマヌーバーを普段の操縦で楽しめそうです。ただし、映像のようにスロットル音が遅れると回復も遅れてコードを失うのでスロットルには注意です。しかし、本機のバランスの良さには感嘆します。背面がエレベーターの当てだをほとんど必要とせずにできます。こんな余裕できるダクトとかって存在しなかった。主翼の乱流を受けないせいか、背面の方がむしろ少ないスロットル回路で飛んでる気さえします。このパワー感であれば、背面水平から背面ループができるかもしれません。背面から戻れるの？戻れた。背面からのインメン丸ターンができました。ほぼ初飛行でこれだけ振り回せるって、ほんとすごい機体です。慣れたら 3D 技とかいけそう。そろそろタイマーのアラームが鳴り始めました。そろそろ着陸です。ローパス。主脚を外しているので、草地に胴体着陸します。危ない危ない。伸びる。